こんにちは。今回はトム・フォードの新色アイシャドウヘイジーセンシュアリティについてレビューしていきます。この動画はこの順番でお話をしていきます。タイムスタンプは概要欄にありますのでよろしければご活用ください。2023年5月にトム・フォードから新色のアイシャドウが3色発売になりました。ゴールデンアワーとピーチドーンは早めに購入して別に動画を作ってあります。でヘイジーセンシュアリティは寒色系で使いにくいのかなと思って最初は買わずにいたんです。でも口コミを見ていたら可愛いなと思ってきて、結局アットコスメのスペシャルウィークでお得に買ってしまいました。では腕とまぶたに装置をしていきます。まず左上のカラーです。ベースにはほとんど色はなくて、淡いピンクパールの中にブルーパールがちらちら輝くカラーです。TF と刻印のあるアイシャドウはウェット&ドライフォーミュラになっています。このフォーミュラは輝きの2層構造とても言うか、ベースにパールがあって表面に微細なキラキラがきらめくフォーミュラになっています。ウェット&ドライフォーミュラは乾いたブラシでつけると薄く、濡れたブラシや指でつけると濃く発色するフォーミュラです。なのでアイスウォッチでは乾いたブラシと指で塗布していきます。右上のカラーです。左上のカラーと似ていますが、もう少し温かみのあるピンクベージュのパールカラーです。パレット上2色を比較するとこんな感じです。似ているけど淡いピンクの寒色系と暖色系という違いを感じました。室内で撮るとこんな感じです。少しブルーパールが見えるかなと思います。左下のカラーです。少し青み寄りのローズがかったピンクかなと思いました。明るすぎないピンクなのでアラフォーの私でも使いやすいと思いました。重ねれば色が出るので単色グラデもできます。右下のカラーです。暗すぎないブラウンで光沢感はピンクベージュはピンクゴールド、そんなカラーに感じます。このカラーも重ねれば色が出るので単色グラデもできます。全体を見るとこんな感じです。左側が寒色系、右側がニュートラルに近い暖色系のカラーかなと思いました。ではメイクをしていきます。まず4色を使ったメイクです。最初にトム・フォードのアイシャドウプライマーをのせてからパレット右下のブラウンを薄くブラシに取って軽くグラデーションを作りました。で下まぶたにもつけています。目頭と目尻に少し重ねてグラデーションを作りました。でパレット左下のピンクを目頭側中心につけました。ブラシを変えて細かく目頭の方にピンクをつけています。でパレット左上のブルーパール入りのカラーをまぶたの中心につけて少しぼかしました。でパレット右上の淡いピンクパールを目頭にのせて、パレット下2色を混ぜて目尻にちょっとアイラインっぽくのせました。であと下目尻ものせました。でパレット右上のピンクパールを下まぶたの中央に足してアイライナーを少し長めに引いてマスカラをつけて完成です。割と落ち着いた印象のメイクに仕上がってオフィスメイクとかにいいかなと思いました。
で、次2つ目のメイクです。パレット左上の青パールを使わないメイクにしてみました。パレット右上のピンクパールを上下まぶたにつけました。パレット右下のブラウンを使って目尻と目頭中心にグラデーションを作りました。でパレット左下のピンクをまぶたの中央をメインに上まぶたに広く塗布して、でパレット右上のピンクパールを下まぶたの中央と目頭につけました。でちょっと物足りなく思ってパレット左下のピンクを下まぶたと上まぶたにつけて、でマスカラをして、でピンクっぽいアイライナーを引いて、ちょっと内側の粘膜が気になったので赤茶色のジェルライナーで粘膜を埋めました。で仕上がりはこんな感じです。パレット左下のピンクカラーが下まぶたにつけるとなんかこう涙目のような感じというか、涙をこらえた時に目の周りが赤くなるっていう感じのそんな血色感が出て、すごく可愛いカラーだなと思いました。手持ちのアイシャドウと色比較をしてみました。では色比較をしていきます。ヌードディップ、ハネムーン、ボディヒート、サスピション、限定のアプレスキー、ゴールデンアワー、ピーチドーンです。ヘイジーセンシュアリティを比較していきます。なんか明るさ的にはヌードディップと近いような感じがします。ちょっとトーンが似てるのはヌードディップとボディヒートとアプレスキーかなと思うので比較してみます。なんかこの辺ぐらいにあるのかなっていう感じです。明るさとトーン的にはこの辺と近いのかなっていう気がしました。結構これは黄身寄りだからちょっと違うかな。この3つで比較してみるのと、あとは既存のでインソレントローズもちょっと似てるのかなっていうのと、プリティベイビー、青ラメつながりでプリティベイビーとも比較してみます。ヌードディップと比較します。ヘイジーセンシュアリティヌードディップで、ヌードディップの方が白っぽいパール感っていう感じのツヤがあります。ちょっとグレートーンっていうところで違いがあるかなと思います。ヘイジーセンシュアリティの方がピンクがあるのでより華やかに見えるかなと思いました。ボディヒートと比較していきます。ボディヒートは結構渋い感じがしてて、季節的には秋とか冬に使いたくなるようなパレットです。でヘイジーセンシュアリティは、色の使い方によってオールシーズン使いやすいのかなっていう印象を持ちました。で全体的に受ける印象としてはエレガント、シック、そんな感じがします。インソレントローズと比較します。でインソレントローズはだいぶ質感も違うので印象は違うかな。ヘイジーセンシュアリティはピンク系ブラウンパレットっていう感じで、インソレントローズはピンクローズ、モーブピンクとかそういうイメージ。でもなんかメイクした時の印象はちょっと近いのかな。インソレントローズを好きな方はヘイジーセンシュアリティも好きそうかなっていう雰囲気はします。プリティベイビーと比較します。でプリティベイビーはもう廃盤なので買うの難しいと思うんですけど、プリティベイビーのここの青ラメ、青パール、これがすごく話題になってたことがあって、で今回のヘイジーセンシュアリティのここの青っぽいパールも話題になってたのでちょっと比較したいなと思いました。プリティベイビーほどの明らかな青パールっていうのはヘイジーセンシュアリティにはないかなと思います。こういう面で光るようなタイプでは全然なくて、かすかにブルーっぽいパールが入ってるかなぐらいしかヘイジーセンシュアリティの青パールは見えないですね。そこ期待してヘイジーセンシュアリティ買うのはちょっと避けた方が良いかなって気がします。これでも全然可愛いんですけどね。最後にボビー・ブラウンのリュクスアイシャドウと比較していきます。これはちょっと前の限定品なんですけど、ピンクグローリュクスアイシャドウパレットっていうので、オパール、サンストーン、ピンクパール、メタルローズが入ってて、その順番でスワッチしています。でこんな感じでちょっと雰囲気似てるかなって気がしています。
熟スの方が華やかさはもうミラーボールっていうようなイメージがあるぐらいキランキランのツヤンツヤンですね。なんか加減しないとすごくパーティーみたいな雰囲気になっちゃう感じがあるんですけど、すごく綺麗なアイシャドウです。でもっとヘイジーセンシュアリティの方が日常使いしやすいような輝き具合だったり、ある程度発色してくれるっていう感じはあるのかなと思います。ではレビューをしていきます。ヘイジーセンシュアリティはピンクカラーが可愛い、案外使いやすいパレットでした。初めてこのパレットの情報を見たときは正直寒色系で使いにくいのかなと思ってとりあえず買わないでいたんです。でも使ってみたら思いのほか使いやすいパレットでした。配色は左側が寒色系、右側がニュートラル寄りの暖色系です。ブルベでもイエベでもおそらくは使いやすいんじゃないかなと思いました。で、私はピンクのアイシャドウはあんまり使わないんですけど、このピンクがくすみ粘膜カラーって感じがして下まぶたに広く入れるのにハマっています。下まぶたに広く入れた時に涙をこらえた時の目元のような目がうるうるしているように見える感じがします。なんかそこが結構好きでハマって使っています。寒色系なんだけど不思議と冷たすぎなくて可愛いと思います。新色3色で比べるとこのパレットの違いっていうのは寒色系も入ってるっていうことと、あと締め色に使えるブラウンが入っているっていうところが違うかなと思いました。締め色があると1パレットでメイクを完結できるので日常使いしやすいパレットだなと思いました。ネガティブポイントとしては、くすみピンク系のワントーンメイクがしやすい分、多くのメイクパターンはできないかなと思いました。今回2パターンメイクしましたけど、結構似てるかなと思います。あと、寒色系が絶対に苦手という方には合わないかもしれません。もし顔色と合わないと感じたら、肌色や服の色を少し調整するといいと思います。私は少し黄身寄りの肌色なので、ブルーの化粧下地、透明感の出るパウダー、寒色系のチークやハイライトを使って肌色を調整しています。リップも暖色系の上に寒色系を足したりするとメイクの統一感が出やすいかなと思います。あと服を寒色系のネイビーとか白にするのもメイクとマッチすると思います。個人的には夏は涼しげに見えたくて会社にはネイビーや白い服を着ていくことが多いんですけど、寒色系の服の時にはこのパレットを合わせることが多いです。で、まとめると最初は使いにくそうに思ったパレットですが、既存の刻印入りパレットと色が被らず、ピンクも粘膜カラーで可愛いし、使用頻度も結構高くって買ってよかったです。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。よろしければお気軽にコメントいただければと思います。ではではまた。バイバイ。